いやさっきは冷や汗をかきましたな。今は汗を流す設備がないけどな。お風呂は、明日の午後まで我慢だ、えっちゃん。本当に残念だ。俺、帰りの列車内でシャワーを浴びながら、紳士の一人スペシャルファイティングポーズをお見せするのが何よりの楽しみだったのに。それはどうでもいいだろ。でも久しぶりに、真のイタリアクオリティ、またの名を、ドイツ鉄道の日常を味わったな。イタリアは最近、どこもきちんとした運転ばかりだったから、油断してた。それではここまでで何があったのか、皆様に最初からお話ししましょう。おはようございます。イギリスの LNER クラス800です。いつものゆっくりさんだぜー。ここは、シチリア島南部の町、シラクサ。イタリアの南にある離島の、さらに南の町にいます。それにしても、暑いな。冬なのに、気温が20度はある。何しろここは、北アフリカの、チュニジアと同じ緯度に位置している土地。真冬のスイスと、オーストリアから、そのままの格好で来てしまうと、服装が合わず、暑すぎてしまうのだ。ゆっくりさん、最初にここに来た時も、同じ失敗してませんでした？ここシチリア島は、イタリアの本土とを結ぶ夜行列車が、1日3往復走っています。そのうち2往復は、首都のローマを発着する系統。前回、前々回にご紹介した列車ですね。そして残る1往復は、ローマから遠く離れた、北イタリアの都市、ミラノまで走るんです。今日はそのミラノ線、イタリア有数の長距離列車に乗車してみます。あれ、前回の寝台列車は、中部のローマからシラクサまでで、12時間以上かかってたよな。今度の目的地、ミラノは、ローマからさらに、約600キロも離れている。ということは、何時間ぐらい走るんだ？よくぞ聞いてくれました。シラクサから、ミラノまでの所要時間は、片道20時間30分。午後1時30分に、シチリア島南部の町を出発し、ミラノの到着は、翌朝の10時になる。かつて、大阪から札幌まで走っていた、トワイライトエクスプレス並みの運転時間なのである。こっちの方がトワイライトより、1.5時間ほど乗車時間が短いけどな。ちょっと待てよ。あの列車は、22時間も走るから、列車に食堂車やラウンジカーが連結されてたって話だよな。それならこっちも何か、特別な車両が組み込まれてるのか？いや、何にもないよ。え？だから、何もないんだって。シチリア発、ミラノ行き寝台列車の編成は、前回乗ってきた、ローマ発の列車と変わらない。簡易寝台車両、クシェットが3両に、1棟、2棟個室寝台を備える客車が1両の構成だ。ラウンジカーなんて豪華設備は愚か、食堂車すら連結されてないのである。なのでひたすら、個室内で過ごすことになり、ちょっと味気ないのが残念なところだ。そもそも、今のイタリアの客車列車には、食堂車がないんだよな。じゃあ、飯はどうするんだ？お昼は出発前に、あらかじめ済ませ、夕食は、前もって買ったものを、車内で食べるぐらいしかないな。あと、この列車がフェリーに乗るのは、夕方の17時から18時頃になる。この時間は、船内の売店が開いているので、食べるものを調達することが可能だ。それから翌朝の朝食は、前回と同様、車内で提供されるから、安心したまえ。朝食って言ったって、パンとラスクだけの、パッサパサしたやつだろ？俺は英国紳士だから、紅茶とイングリッシュブレックファーストじゃないと、元気出ないんだよ。とか言いつつ、今朝はホテルで、マリトッツォを嬉しそうに食ってただろ。あらやだ恥ずかしい、見られてたの。あれイタリアだと、朝飯の一つだったんだな。ということでこれから私たちは、20時間30分にもなる、かつてない長旅に挑戦します。寝台列車にお昼過ぎから乗るっていうのも、なかなかない体験ですね。午後1時10分頃、白草駅の1番線ホームに、寝台客車たちが入線してきました。いつも通り、前後非対称車体の電気機関車、E464 型に、前後を挟まれる形態です。前回以上の長旅ですから、寝台はもちろん、一棟個室のエクセルシオールを予約。プライベートな空間で、ミラノまでゆったり過ごします。と、
行っている間に、いきなり大きなハプニングが発生していました。私たちが乗る車両は、4両連なる客車のうち、2号車のはずでした。ですが、ホームに入ってきた列車は、客車が3両しか連結されていません。そして何より深刻なのが、予約した車両が存在しないんです。1号車の隣は3号車となっていて、2号車が組み込まれていませんでした。列車がホームに来た時から、なんか様子がおかしいと思ってたんだよな。編成が短く見えたし、列車の姿が整っていたからだ。この旅で予約していた、個室寝台付きの車両は、他の客車とは、明らかに異なる外観だ。窓は、大小のサイズが、不規則に並んでいる。ドアが昔ながらの折り戸で、片側に1箇所しかない。真横から車体を見ると、屋根の端が、垂直に切り立っている。そして何より、簡易寝台の客車より全高が高く、編成に組み込むと、全体がデコボコしたシルエットになる。などなど、個室寝台客車は、遠くからでも目立つ存在だった。なのに、入線してきた列車は、その存在感のある車両を、間に挟んでいなかったのである。それともう一つ、今思えば、前兆と言える出来事があった。実は私たちは、このミラノ行き寝台列車の発車シーンを撮るため、2日前と前日に、白草駅を訪れていた。ところがその2日とも、列車に個室寝台客車が連結されていなかったのだ。どうも、需要が少ない冬は、個室客車が減らされてしまうらしい。それで、どうしましょう。とりあえず、これに乗るしかないね。幸い、乗り込んですぐに、車掌さんを発見。チケットを見せながら、予約した車両がないことを説明し、どうすればよいか尋ねました。すると、今日の列車には本来予約した客車、2号車がないので、代わりに1号車で、同じ部屋番号の場所を使ってくれとのこと。連日、専用の個室寝台車両がないせいか、慣れた様子で別の客車に案内されました。代わりに割り当てられたのは、4人用の簡易寝台客車です。こうした簡易寝台は、一般的にクチェットと呼ばれますが、イタリアではコンフォートという独自の名称が付けられています。部屋にシャワーどころか洗面台すらなく、お手洗いは共同です。でもそれ以外のサービスは、エクセルシオールと同じだそうです。ミラノまで20時間、そこからさらに4時間も、シャワーなしかよー。俺はデリケートだから、お風呂ないとダメなんだよー。一晩経ったえっちゃんは、油でテッカテカだもんな。そうなんだよー。でも考えを変えてみましょう。本来予定していた寝台車両は、行きと同じ、2人用のお部屋でした。プライバシーが保たれて快適ですけど、設備は一緒で、変わり映えしません。なので、思わぬハプニングでしたけど、変化があっていいかもしれないですね。それから、車掌さんに確認したところ、ここは4人用の簡易寝台ですが、扱いは、ツインルームの個室、エクセルシオールと同じ。つまりこの部屋に、後から別のお客さんが乗ってきて、相部屋になることはないそうです。さすがにそこら辺は、しっかりしてもらいたいな。だいたいこの簡易寝台の料金は、予約していた個室寝台よりも安いんだろ？その分の差額ぐらいは、返してもらえるんですかね。それは後で、お客様センターとご相談だな。ちなみに、ミラノまでの個室寝台のチケットも、行きと同様、ウェブサイトの早期予約で購入していました。値段は、前回のローマ線と同じ、99.9 ユーロです。1時間あたりで割ると、4.9 ユーロ。870円ほどになるな。そこら辺の快速列車とほぼ同じ値段ってことか。では、思いがけず乗ることになった、簡易寝台、コンフォートの車両をご紹介しましょう。今回、20時間お世話になる客車は、UIC、X 型と言います。基本のモデルは、1965年製。その後、大まかな車体の形は変わっていないので、外観には少し古さも見られます。UIC、X 型客車は、製造期間が長く、改良を加えられながら生産が続けられてきました。現在、コンフォート客車として使われる方は、1979年から82年にかけて発注された、第6世代、最終製造分です。あれ、随分古くない？車内が明るくて綺麗だから、もっと新しいもんだと思ってた。そこが面白いところなの。この客車は、何度か大きな改修を受けているんです。エアコンを設置するとともに、窓ガラスを断熱性の高いものに交換。
時速200キロまで対応している、新しい台車を装着して、高速走行時の横揺れを低減。出入り口のドアも、折り戸から、押しボタンで開閉できる、電動のプラグドアになる、といった点が、主な改良点です。加えて、2010年代になると、客室も改装され、新世代の特急列車と同じ設備が装備されました。車内は、4人用の簡易寝台が、9部屋並ぶレイアウトだ。今回の話で何度も口にしている、簡易寝台、通称クシェットとは、ヨーロッパ版、開放 B 寝台のようなもの。ベッドのある区画と通路が、扉で仕切られ、中は4人、または6人用の寝台が設置される。かつて寝台特急北斗星に連結されていた、B コンパートメントが、日本の列車では最も近いものだろう。ただ、ヨーロッパの簡易寝台は、各部屋の入り口に扉はありますが、それぞれのベッド周りに、カーテンなど、仕切るものがありません。また通常は、他のお客さんと部屋をシェアする、相部屋になります。こうした点が、簡易寝台と呼ばれるゆえんです。ですがその分、少人数のプライベート個室より、値段が安く設定されています。かつてのクシェットは、詰め込み仕様の6人部屋が主流でしたが、現在のイタリアの簡易寝台は、4人用となっていて、若干ゆったりしたレイアウトになりました。下段のベッドは座席を兼ねていて、昼間の時間は上段のベッドを壁に格納。向かい合わせの席として使う点も、日本の開放式寝台と同じです。イタリアの簡易寝台は、ベッドが1部屋に4床しかありません。ですが座席は3列ずつの向かい合わせ席で、最大6人が座れます。このうちの中央席は、背もたれを倒し、テーブルとして使うことも可能です。シート部分の布地は、昼間に走る特急、インターシティ用客車や、在来線特急、フレッチャビアンカの座席と同じでした。それから窓側には、小さなゴミ箱と、USB ソケットも備えた、電源コンセントが設置されています。この設備も、インターシティ車両と同じです。おそらく、共通部品を多用することで、調達から整備まで、コストを下げつつ、サービス水準を引き上げているのでしょう。窓と反対側、通路に面した壁には、照明の操作スイッチ、乗務員の呼び出しボタンなどがあります。イタリアの簡易寝台は、部屋の間取りが大きく、設備が新しいのが特徴です。そのためか、部屋の快適さは、予約していた古い個室寝台よりも上かも、と思えました。部屋と通路を隔てる扉は、内側からだけロックをかけられ、ガラスにはブラインドがあります。このブラインドは、つまみを動かして、通路から見られないようにすることが可能です。就寝時など、あまり見られたくない場合に有効です。それにしても車内も暑いな。この車両たちは、始発駅のホームに到着する直前まで、広い車庫で留置されていた。その間ずっと、シチリアの太陽に温められていた上、客室は窓が、ほんの一部しか開かない。そのせいで、車内は温度が上がり、換気もできず、夏のような暑さになっていたのだ。今は冬だから、冷房が入ってないしね。列車が動き出すと、ローマ発夜行列車と同じく、アメニティグッズが配られます。今回は乗ることができなかった、エクセルシオールのロゴが、少し恨めしいです。中身はローマ線と同じで、歯ブラシや石鹸が入っています。ですがミラノ方面のアメニティは、入れ物が大きく違いました。おととい乗った、ローマ発列車は、紙の箱だったのですが、ミラノ行きは、ジッパーのついた、布のポーチだったんです。これが意外と耐久性と使い勝手が良く、私は今でも持ち歩いている。その他、枕とシーツ、ナイトガウンも配られました。どうやら、夜になったら、各自でベッドメイクをして、就寝するスタイルのようです。この列車は、シチリア島内の主要駅に停車をしながら、北東の港、メッシーナを目指します。港に着いたら、西部、パレルモから来た客車と一緒に、フェリーに積み込まれて海を横断。イタリア半島に上陸します。前回乗った寝台列車は、走行時間の関係で、本土区間の停車駅がたったの一駅でした。また、お客さんが乗れる駅は、始発のローマのみ。以降の停車駅は、車内の人を降ろしていくだけという、変わった運用でした。一方今日の列車は、出発時間が早いので、20から30分おきに、細かく停車します。
列車は、午後11時30分に到着予定の町、サレルノまで、お客さんを乗せていくんです。サレルノを発車した後は、早朝までノンストップ。そして、翌朝5時半に停車する、中部のフィレンツェからは、お客さんを順次降ろしていきます。白草を発車して、およそ20分。沿線に、サボテンが入る線路を快調に走行していると、間もなく最初の停車駅、アウグスタが近づいてきました。駅に到着する直前、列車は湾を右手に見ながら、大きくカーブします。すると同時に、錆びついた船たちが並ぶ、船の墓場が見えてきました。なんだか、高速フェリーみたいなのもいるね。あれは、ギリシャ向けに作られた、悲運の高速カーフェリーです。名前は、アイオロス・ケンテリス。ギリシャ神話に登場する、風の神と、ギリシャのオリンピック金メダリストを組み合わせた名前です。アイオロス・ケンテリスは、フランスの鉄道車両メーカー、アルストム傘下の造船所で建造されました。ギリシャは、東の地中海、エーゲ海に面した国。大小の島々が多く、カーフェリーの需要が高い国です。中には、日本で活躍していた船が、第二の人生を歩んでいることもあります。アイオロス・ケンテリスは、こうしたエーゲ海の島々と、首都アテネを短時間で結ぶ目的で、2001年に導入されました。船内は、1750人の乗客と、400台以上の自動車を収容でき、最高速度は、およそ72キロ。地中海最速のフェリーとして、華々しくデビューした、はずでした。しかし就航直後から、この高速フェリーには、様々な災難が襲いかかります。まず、自慢の高速性能を発揮する、強力なエンジンは、不具合が多く、翌ドイツ鉄道並みの遅延をしたり、欠航も多かったのです。さらに、主要航路であるエーゲ海は、いくつものリゾートが点在しています。そんな場所を、時速72キロもの速さで大型船が通ると、大きな波が発生し、沿岸に影響を及ぼしてしまいます。こうした航路上のリゾート地から、苦情が相次いだことから、大きく遠回りをしたり、速度を落として運行しなければならなくなりました。あれ、でもそれだったら、普通のフェリーと変わらなくね？そうなの。おまけに、高速船の宿命で、エンジンは燃料消費が激しく、運行コストが重荷になっていました。その結果、新鋭高速フェリーは、わずか7年で運休。その後は中東に売却され、エジプトとサウジアラビアを結ぶ航路についていました。ところがその活躍も、たった3年で終わってしまいます。アイオロス・ケンテリスは再び、ヨーロッパの地中海に返され、5年もの間放置されていました。そんな中、2016年に、引き取り先が見つかります。イタリアにチャーターされ、地中海の島国、マルタ共和国と、イタリアを結ぶ航路が計画されたのです。しかしそれは、この船にとって、新天地ではなく、終焉の地にたどり着く道でした。新たな航路へ投入をするにあたり、まずはメンテナンスが必要だったので、シチリア島のアウグスタの港で、整備に着手しました。ですが船会社が、途中で回収費用を払えなくなり、工事の継続も出港もできなくなってしまったのです。船内は、内装が中途半端に撤去された、廃墟のような状態で、以降8年もの間、シチリア島の港の片隅で、係留され続けています。しかし、見るからに状態は良くなさそうだな。傾いていて、このまま放置してたら、沈んじゃうんじゃないか？海水の上に浮かんでいる船は、定期的にメンテナンスをしないと、すぐに船体が腐食しちゃうからね。あの子は係留中にバランスが崩れ、船体後部の車両積み込み口から、少しずつ浸水しているんです。でも、どの船会社にも所属していませんから、コストと責任を持って、整備する業者がいません。特殊な船ゆえ、解体するにも、莫大な費用がかかりますし、そもそも解体場所に持っていく前に、一旦引き上げて、修理しなければなりません。ですから、解体も修理もされず、次第に朽ち果てているんだそうです。短命に終わってしまった、あの不運なフェリーと同じ時代、イタリアの鉄道にも、ちょっと悲しい運命をたどった、豪華寝台客車があった。その名前を聞けば、きっと驚くことだろう。その名は、エクセルシオール。おいちょっと待てよ。それは、本来予約してた、個室寝台の名前じゃないか。今日、乗れなかったから悲しい、なんていうオチじゃないだろうな。
まあまあ、ちゃん、慌てない。前回、ローマから乗ってきた、エクセルシオールというのは、寝台列車の個室のグレードに付けられた名称。2006年に、古い客車を改装した際に登場した、2代目の名前なんだ。しかしイタリアには、それよりも少し前に、同じ名前を冠した、不運の豪華客車が存在していたのだ。それが、1995年から製造された、初代のエクセルシオール客車だった。この客車は、当時の技術を結集した、次世代の寝台列車として、鳴り物入りで登場した。25メートルもある大きな車体に、ゆったりとした個室が、わずか8部屋だけ。イタリアを代表する工業デザイナー、ジウジアーロ氏が内装を手掛け、客室はまさに、豪華そのものだった。共用スペースには、優雅なミニラウンジを装備し、各個室には、お手洗いやシャワーはもちろんのこと、ソファーとテレビまで備え付けられていたのだ。この豪華客車、エクセルシオールによって、当時、利用者が減りつつあった寝台列車は、起死回生を狙っていた。実際、初期に利用した人たちの満足度は非常に高く、今後も車両の増加や、投入される路線の充実が期待されていた。しかし、時代は彼らに味方しなかった。当時の主な需要と、鉄道会社の経営陣たちの関心は、すでに高速列車に傾いていた。その上イタリアの高速鉄道は、大きな躍進を遂げていた。車両では、車体傾斜装置のある高速車両、ペンドリーノや、時速300キロ運転に対応した新型高速車両たちが次々に登場。その上線路でも20世紀末から建設が進められてきた高速専用線が完成しつつあった。これにより高速列車が最高時速300キロで走り、イタリアの主要都市間がわずか1時間前後で結ばれる世界がすぐ目前に迫っていたのだ。豪華絢爛な個室を備えた寝台客車、エクセルシオールは、高速化という大きな時代の波に飲み込まれ、ふさわしい活躍の場を得ることが難しくなってしまった。しかも、エクセルシオール客車に降りかかった災難は、時代の流れだけではありませんでした。イタリア国鉄、トレニタリアの寝台列車部門が、威信をかけて投入したこの豪華客車には、致命的な、技術的問題があったのです。各個室に備えられた、水回りやテレビなどの電気設備は、非常に複雑な構造をしていました。しかも、その製造品質が、いかにもイタリアらしい。現代の言葉に直すと、ドイツ鉄道らしい、ですな。とにかく故障が起きやすかったのです。その上、故障すると、複雑な構造のため、修理に手間がかかり、次の出発時間までに整備を終えることができません。その結果、列車は日常的に遅延したり、ひどい時には、設備が故障したまま運転する事態に陥りました。それでも手が回らない場合は、なんとエクセルシオール客車を連結せずに運行してしまうこともあり、せっかく切符を買った乗客は、豪華な客車に乗れないまま、旅を終えることになってしまったのです。今日の私たちみたいですね。こうしたトラブルが続いた結果、エクセルシオールの評判は、ガタ落ちしてしまいます。運よく乗れた乗客も、故障の多い設備に不満を持つようになり、客足は遠のいていきました。こうして、安定したサービスが提供できず、しかも定員が少ないこの豪華客車は、次第に走る路線を縮小せざるを得なくなりました。一時は、国際路線にも投入されていたのに、登場から10年も経たないうちに、ごく限られた路線で不定期に、細々と走るだけになってしまったのです。運用を外されたエクセルシオール客車は、車庫の片隅で、ひっそりと保管されることになりました。しかしこれが、さらなる悲劇を招きます。比較的治安が不安定な、イタリアの車庫で、長い期間動かない車両は、格好のいたずらのターゲットになってしまったのです。投石による窓ガラスの破壊や、落書きの被害に遭うのは日常茶飯事。さらには、出入り口のドアがこじ開けられ、個室内の高価な電化製品や、お金をかけた豪華なインテリアが盗み出されてしまいました。そして、荒れ果てた客車とはいえ、一応は雨風をしのげる場所です。壊された扉から、住む場所がない人が忍び込み、勝手に住み着いてしまうことも起きました。すでに時代は、高速鉄道の全盛期。寝台列車に回せる予算は限られており、ボロボロになった豪華客車の修復は、不可能と判断されてしまいます。こうして、豪華さと、期待を背負って生まれた、エクセルシオール客車は、
製造された20両すべてが、無残にも解体される運命をたどったのです。中には製造後、わずか12年という短い期間で、廃車になった車両もありました。さてここまで、エクセルシオールの名前の裏に隠された、ちょっとドラマチックな物語をお話ししてきました。私らにとって、一番の山場は、予約した車両が、連結すらされていない事件だったけどな。豪華客車の旅を楽しみにしてたのに、乗れなかったお客さんたちの気持ちが、よくわかりましたね。ところで、イタリアの鉄道は、一時、高速列車一辺倒でしたが、近年はまた、その情勢が変わりつつあります。環境意識の高まりや、夜間に移動して、時間を有効に使いたいというニーズから、寝台列車は今、新しい時代を迎えているのです。また、シチリア島を走る列車たちも、少しずつ顔ぶれが変化しています。次回は、これから新しい時代を担っていく、最新鋭の車両のお話をしましょう。もちろん、シチリア島を走る寝台列車の旅に欠かせない、あの車両についても触れる予定です。ちょっと面白いものが取れちゃったんですよー、ブフフ。それでは、次の旅路も、どうぞ、お楽しみに。